おはようございます。2日目の朝は城崎温泉街から始まりました。少ないですね。喫茶店でモーニングでもいただこうかなと思います。どこかいい喫茶店はないでしょうかね。こちらも良さそうですね。ブルーマウンテンの喫茶店。もう少し探してみます。右手に感じの良い喫茶店が見えてきましたね。いやー、レトロですね。これぞ正統派昭和レトロ喫茶店です。入店します。お母さん一人注文したのは定番のホットモーニング、王道のホットコーヒーとトースト。元サラリーマンの皆さんにとっては懐かしい朝の光景ですね。私猫舌なんですよ。でも朝一番のコーヒー落ち着くんですよね。こちらのマスターなかなか味があるんですよ。いろいろお話をお伺いしました。こちらの喫茶店は創業53年だそうです。創業当時からバブルが弾けるまで開店から閉店まで常に満員状態が続いたそうです。城崎温泉の今の人気は町ぐるみで景観を維持したり、風俗を排除して女性や家族連れの客が来れる温泉にしたからだそうです。帰りに懐かしい喫茶店のマッチをいただきました。喫茶店のマッチ集めていた方おられませんか？城崎温泉を出発しました。鳥取方面に海岸線を走ってカニ専門店を探すことにしました。この付近の海岸線は山陰ジオパークに指定されて絶景が続くそうです。また海岸線に沿って走る道路は曲がりくねってアップダウンの激しいワイルドな道路だそうです。シティの走行テストには願ってもないような道路ですね。温泉街を離れて少し走ると厳しい上り坂となり、この展望台に着きました。かなりの急登でしたがスピードも40キロを切ることはなかったです。しかしエンジン音はかなりしましたね。こちらの展望台遠くまで見渡せました。大型の望遠カメラを持ってきている人が 2,3 人いてました。多分珍しい鳥か何かを撮影に来られているのだと思います。こちらはお町岬という景勝地のようですね。海岸まで下ると気持ちのいい道路がしばらく続きます。今まで乗るとちょっとアップダウンとそれとですね、曲がりのあれが非常に大きくてですね、こんな感じですね。道が連続しましてですね、怖くてちょっと撮影できませんでした。ダッシュボードに設置してたカメラが外れちゃいました。美しい海岸にたどり着いたので一休みです。こちらは青い浜ワンワンビーチという場所だと思います。犬連れ限定のビーチで犬専用の温泉やシャワーまであるようです。でも美しい砂浜でした。おっさん一人の寂しい撮影現場の実態です。お見苦しいところをお見せしました。ご気分を直してもらうため海岸線をはじきます。たくさん来るんでしょうね。ここなかなか有機的な場
場所ですね。この辺りが竹野町と呼ばれる場所ですね。 JR の駅もあるようです。猫崎半島。ホテルや民宿、飲食店もたくさんあって結構賑やかな街です。夏は海水浴のお客さんで賑わうんでしょうね。竹野海岸に隣接する海岸です。こちらは霧浜海水浴場です。綺麗な海岸ですね。こちらも海水浴場です。ちょっとこじんまりとした海水浴場ですね。今ちらっと見えましたね。大きな洞穴。こちらです。この洞窟、淀の洞門というそうです。遠目で見たら小さいようですが、かなり大きいですよ。隣もほら、あの建物と比較してもらえばよくわかると思います。ただし内部は落石があり危険とのことです。ここから霞漁港へ向かいました。眼下に見えるのが霞漁港です。霞港は田島最大級の漁港で、松葉ガニや霞ガニ、新鮮な魚介類が一年中水揚げされている港です。この港の周辺なら激安のカニも売ってるんじゃないかと考えました。港の後ろの山、まだ雪が残ってますね。3月中旬ですが、さすが日本海ですね。港へ降りてきました。霞漁港です。旅情がありますね。カニで有名な漁港です。この船でカニ取ってくるんでしょうね。港から少し離れた場所に鮮魚店があると聞いたので、そちらへ向かいます。こちらが地元の方に聞いたカニ専門の鮮魚店です。港から車で約5分です。カニ専門の業者さんです。店内の様子はこういう感じです。観光客だけではなく、地元の旅館や飲食店の方がよく来られるそうです。そしてこちらで扱っているカニは、このお店の直近にある柴山漁港で取れるカニだそうです。霞ガニと書いてあるのは紅ズワイガニです。美味しそうに加工されたカニもたくさんありましたよ。特にこのカニ身惹かれましたね。今回私が食べたいなと思っているのは松葉ガニなんです。でも紅ズワイガニも結構値がしますね。やっぱり1キロを超えると大きいですね、これね。めっちゃ大きいなこれ。池ガニはこちらもお値段がします。一番小さな600から700グラムで1万円です。1キロの完全なカニなら3万円、訳ありガニなら2万円、1.2 キロの完全なカニなら4万円、訳ありガニでも3万円。やっぱり高級です。ロシア産のカニも置いていましたけれども、結構高いお値段でしたよ。この冷蔵庫に入っているパックでみんな1万円以上ですからね。地元の松葉ガニを買うと宣言した以上、私も男ですから。ありました。松葉ガニ。本場の松葉ガニです。ゲットしましたよ。見てください。松葉ガニ。こちらの浜で採れたカニです。正真正銘、少し訳ありということで、お安くなっていました。まあお安い言ってもそこそこしましたが、でもこのぐらいの大きさでしたら、先ほど水槽で泳いでたやつでしたら1万円以上ですね。このカニは8000円でした。素人なので分かりませんが安かったと思います。カニをゲットしたので、次は日本酒をゲットしに行きます。兵庫で有名な霞鶴の酒蔵です。
霞鶴直売所福地屋さんです。こちらのお店はお酒だけではなく、いろいろな種類のお土産もたくさんありましたよ。お酒はもう昔から有名ですからね。こちらの酒蔵でないと手に入らない限定酒もあると聞いています。霞鶴さんは普通酒のお燗にしたお酒が美味しかったように記憶しているのですが、右側の酒ですね。木本作りの純米酒なども今作られているようですね。冷蔵しているのは生酒でしょうか。昨夜稲葉屋さんで飲んだ濁り酒も売っています。木本純米生酒と山ハイ純米大吟醸の生酒がこちらでしか手に入らないお酒のようです。山ハイの大吟醸、やっぱり手間がかかるから少し高かったですね。カニも買ったので懐に合わせて純米生酒にしました。それと定番の霞鶴の普通酒を購入しました。こちらは有料の利き酒コーナーのようです。残念ながら車なので利き酒はできません。酒蔵行くときはいつも車なのでいつも残念です。お相撲さんの手形がたくさん置いていました。でかいですね。ここでしか置いてはれんお酒あるって聞いたんやけど、どれですかね。こちらどうぞ。従業員の方にお酒のことをお聞きしたら、丁寧に教えてくださいました。味わったことのないお酒はお聞きするのが一番ですね。霞鶴の普通酒、甘口と辛口の2種類あるそうです。お感じしたらどれが美味しいですか。甘いにして美味しいのが、はいはい、甘いのが良ければこのリッチ、はいはいはい、辛いのが良かったらこの木本から。ああ、そうですか。うまそうな酒もゲットできました。酒蔵から車で約15分の道の駅、八田川に来ました。この辺りは神鍋山のふもとになるんでしょうか。山の中の道の駅です。売店はこじんまりしており、地元の特産物が売られていました。隣は食堂になっていました。この道の駅は RV パークが併設されています。この後皆さんにご紹介します。今手に取ったお味噌買って帰りましたが、美味しかったですよ。RV パークへは道の駅の横から入ります。この先が RV パークですね。これは新緑の頃は綺麗でしょうね。それに桜ですね。この木は周りは、これは春先最高のロケーションですね。ここが RV パークですね。でもすごいですよ。RV パークというよりもこれはもうオートキャンプ場ですね。うわー、前の川も結構水量があって縁もあるし泳げますね。広いですね。これは広い電源サイトですね。で、上が道の駅ですからね、食堂もあります。こちらの RV パーク、当居は休業で4月から営業です。周りは何もない山の中です。これは景色も抜群です。これは桜ですね。これは桜の季節最高じゃないですか。
こちらの利用料金ですが、車の大きさにかかわらず1泊1500円、電源付きで2000円だそうです。驚きの価格、超穴場だと思います。今年の夏訪れてみたいですね。カニを買ったので昼食は節約してのり弁です。城崎温泉に戻りました。カニを食べる前に一風呂浴びに行きました。城崎温泉の夜の風情、もう最高です。この温泉街の風情、車中泊で味わえるなんてもう最高ですね。今日の外湯はこちらです。神社の横にある御所の湯です。人気のある外湯です。城崎温泉最高ですね。いいお湯でした。夜の射的場、風呂上がりのそぞろ歩き、今回の車中泊旅行、温泉気分満喫しました。いよいよ旅のハイライトです。待ちに待ったカニちゃんをいただきます。右手にカメラを持っているので袋から出すのに少し手こずりました。カニちゃんです。憧れの日本海のカニです。見てください。このなんとも愛らしい顔。何年ぶりでしょうか。松葉ガニちゃん。ちゃんとタグも入っています。ピンク色のタグ。芝山港。最前丸。西の吉野丸。最前丸ですかね。ちゃんとタグが入ってますよ。何年ぶりでしょうか。果たしてこれが最後の松葉ガニになるでしょうか。では調理にかかります。このおじさん久しぶりのカニなので感動しています。つくづく貧乏症の男ですね。調理開始します。ちょっと言ってももう茹でてくれてますんでね。調理といっても身を2つに割って足を取り外して身を取り出すだけです。これはすごい。おお、なんかプツプツいってますね。見事に2つに割りました。ハサミで足を割って身を取り出していきます。少しでも身を残すまいと華麗なハサミさばきですね。でもなかなかカニにありつけませんね。丸ごと1匹のカニは手間がかかりますね。まだですか？まだ調理場面映すんですか？ワープしました。皆さん、ようやく食べますね。ハサミからいきます。カニ酢をつけてパクッ。もごもご言わんと喋って、甘いですね。これ甘いっていちご食べてるんですか？舌大丈夫ですか？では
お酒をいただきましょう。よいしょ。出てきましたね、日本酒。いい音。ちょっと味見ですね。酒好きのレトロ男子は車中泊でもおかんができる用意をしているんですよ。お酒は霞鶴の普通酒です。こんなもんですかね。ではおかんにします。沸騰させて止めた湯沸かしポットに約1分間お調子を入れます。熱燗とこのやっぱり最高ですね。ちょっとカニ味噌をつけていただきます。うまい。うまい。これぞ至福の車中泊時間です。これをやってみたかったんですよ。甲羅酒。本当はもっと熱々のお酒を注ぐんがいいでしょうけど。でも美味しそうですね。美味しそうに飲みましたね。うわ、この煮汁でもすごい味の濃厚さが出てますね。これはうまいわ。美味しい美味しい。車中泊最高。この後泥酔して撮影ストップです。アルコールの多量摂取のために綺麗なエンディングが撮れませんでした。申し訳ございません。今回の動画はここまでです。城崎温泉駅からお別れを告げたいと思います。次回はハッピーワンプラスシティのキャンピングカーとしての使い勝手を詳しくお話しいたします。ぜひご視聴くださいね。